ノミが発生しやすい季節とその対策。イントロダクション。ノミの発生を防ぐためには、その生態や発生しやすい季節を知ることが大切です。この動画では、ノミの発生時期と効果的な対策について、科学的な視点から詳しく解説していきます。ノミが発生する季節。ノミって季節関係なく発生するのだ。なんだか気になるのだ。実はノミの発生には明確な季節性があるの。特に気温が20、30度で湿度が 70% 以上の環境を好むの。だから日本では主に春から秋にかけて活発になるの。特に注意が必要なのは5月頃から活動を始める時期ね。特に多い時期とかあるのだ。そうね。梅雨明けから真夏にかけての7月から8月が最も発生しやすい時期ね。気温が25度を超えて湿度も高くなるこの時期はノミにとって理想的な環境になるの。特に注意が必要なのは梅雨明け直後の蒸し暑い日よ。なぜ夏に多い？なんで夏に多いのだ。ノミの生活感には温度が大きく関係しているの。卵から成虫になるまでの期間が気温が高いほど短くなるの。具体的には気温25度の環境下では約2週間、18度では約1ヶ月かかるわね。そんなに早く増えるのだ。そうなの。しかもメスのノミは1日に20個ほどの卵を産んで生涯で400、500個も産卵することができるの。卵は産み落とされるとに3日で孵化して幼虫になるの。その後さなぎを経て成虫へと成長するの。夏場の高温多湿な環境ではこの生活感が加速されるからあっという間に大量発生してしまうのよ。室内でも発生するのか。室内なら大丈夫なのだ。残念ながら室内でも発生するの。むしろエアコンの普及で室内が年中20、25度程度の快適な温度に保たれているから季節に関係なく発生する可能性が高まっているの。特に床暖房のある家庭では冬場でも要注意よ。それは困るのだ。特にペットを飼っている家庭は要注意ね。ノミは主にペットの体や寝床、カーペット、畳の目地、フローリングの隙間などに潜んでいるの。それからペットが外出時に草むらで感染してくることも多いのよ。効果的な予防対策。どうすれば予防できるのだ。大切なのは定期的な掃除と換気よ。特にペットの寝床やカーペット、ソファの下などは週に2、3回は入念に掃除機をかけることが大切ね。掃除機はノミの卵や幼虫の除去に特に効果的なのよ。他にも対策あるのだ。ペットの予防薬の使用も効果的よ。獣医師に相談してスポット剤やノミ取り首輪など適切な予防薬を選んでもらうことをおすすめするわ。それからお庭の手入れも大切ね。草むらは定期的に刈り込んで落ち葉は早めに処理することでノミの繁殖場所を減らせるのよ。ノミが発生してしまったら、もし発生しちゃったらどうすればいいのだ。まずは専用の駆除剤を使用するの。ただ使用する前に必ず説明書をよく読んで人やペットへの安全性を確認することが大切よ。特に赤ちゃんやお年寄りがいる家庭では注意が必要よ。場所によって対策変えた方がいいのだ。そうね。カーペットやソファには粉末タイプ、ペットには動物用の薬剤、床や壁には噴霧タイプというように場所や対象によって適切な対策を選ぶ必要があるわ。それから一度の駆除で完全に退治するのは難しいから1、2週間おきに2、3回程度の処置を行うことをおすすめするわ。まとめ。ノミは主に夏場に発生しやすい害虫ですが、室内では年間を通じて発生する可能性があります。特に気温20、30度、湿度70以上の環境で繁殖が活発になり、一度発生すると短期間で大量発生する特徴があります。予防には定期的な清掃と適切な環境管理が重要で、特にペットを飼っている家庭では予防薬の使用も検討すべきです。発生してしまった場合は、場所や状況に応じた適切な駆除方法を選択し、早期発見早期対策が被害を最小限に抑える鍵となります。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。